皆さんこんにちは。ウキウキジャパニーズポッドキャストのお時間です。このチャンネルは日本語学習者の皆さんに向けてわかりやすい日本語でポッドキャストをお届けしています。はい、皆さんお元気ですか？日本はまだまだ暑いです。どうやらね、今年は10月ぐらいまで暑さが続くそうです。10月といったらハロウィンですね。私はハロウィンがすごく好きなので、すっごく楽しみなんですが、ハロウィンの時期はいつもちょっと肌寒いんですね。でも今年は10月まで暑いそうなので、もしかしたら肌寒くないかもしれないですね。皆さんの国ではどうでしょうか？例年通りの季節感ですか？日本ではね、毎日暑いですが、今日もね、晴れたので天気に感謝をしながら生きていきたいと思います。季節の変わり目ですが、体調を崩さないように気をつけてください。はい。で、今日のお題は、感謝を忘れないために日々していること。はい。皆さん、日々感謝をして生きられているなと思いますか？あるいは、毎日毎日文句ばかりを言って、なんだか不満な日々を過ごしているなって思う人もいますか？今回はね、感謝をテーマにお話をしたいと思います。文句が出る状態っていうのは多分感謝が足りていない、ポジティブなものに目を向けられない、そういう時に文句が出てしまうんだと思うんですね。で、この感謝なんですけど、これは本当に人生のキーワードだななんて最近思ったんですよ。だからね、今回はなぜね、私がこの感謝を大切だと思うのかとか、私が感謝の気持ちを忘れないために日頃からやっていること、っていうのをご紹介していきたいなと思います。チャンネル登録といいねボタンで応援をお願いします。コメントも待ってます。はい、ということで、最近ね、気づいたことがあって、で、それが感謝っていうのは本当に人生のキーワードになるなっていうことですね。感謝の気持ちをしっかり持っていれば、持っていない時と比べて見える世界が本当に変わるなっていうふうに私は最近思うんですよ。っていうのもね、実はこれ私自身に向けた言葉なんですよ。っていうのも、言うのも恥ずかしいんですけど、私自身が今まで、というかもう本当に最近まで感謝を忘れがちな人だったんですね。で、今でも心の余裕がなくなると感謝をついね忘れてしまって、頭の中にね文句ばっかりが巡ってしまうんですよ。人のね悪いところにばかり目がいってしまうし、自分自身も殻に閉じこもってしまいたくなる、そういう風なことがねすごく多かったんですよ。今でもねちょっと気を抜くとそうなりがちなんですけど、そういうのってねでもすごく悲しいことだなって私は思うんですね。で、しかも機会損失になるなっていう風に思うんです。だからもったいないです。もったいないってわかりますか？得ることができるのに得ないこと、あるいは得ることができるのに捨ててしまうこと、それはとってももったいないことです。じゃあ一方で感謝の気持ちを持つとどうなるかというと、常にね、人に対して敬意を持てるようになると思うんですね。そうすると自然と例えばありがとうっていう言葉が増えたりとか、幸せだなっていう気持ちにね、なることが増えると思うんですね。そうすると自然と顔もニコニコしてくるから、いろんないい機会がね、巡ってくるようになると思うんですよね。逆にそうじゃないと、本当は巡ってくるようないい機会も巡ってこなくなる。機会損失につながってしまうっていうふうに私は思うんです。で、しかもね、もっと感謝の心を持って行動すれば、世界はもっと平和に見えると思うし、毎日もっと満足感を得られるんじゃないかなというふうに思います。私自身はそうやって感じていて、頭の中に文句ばかりが浮かんできてしまう時よりも、なんか感謝の気持ちを持って人とか物事に接している時の方が、私自身の気持ちもすごく明るいし、気持ちがね、いいんですよね。
多分ね、この文句が出てきてしまう時って、自分自身のことを偉いって勘違いしちゃってる時なんですね。うん。なんでこの人はこうしてくれないんだとか、なんでこの人はこんなことをするんだって、人のことをジャッジしようとしてるんですよね。自分のことを棚に上げるって言うんですけど、棚に上げる。自分には関係がないって思い込んで、自分も本当はそんなに変わらないのに、相手のことばかりを見下して判断してしまうっていう、そういうのをね、自分を棚に上げるっていうふうに言います。やっぱりね、私も文句が出てきてしまうときって、そういうね、相手への敬意を忘れているし、なぜかね、自分の方が上に立った気持ちになっているというか、すごくね、ずうずうしいことだなと私は自分自身で思いました。でね、じゃあ、そうやって感謝の気持ちを忘れないように、私はね、日頃から、意識をしてやってることがあって、それは感謝ノートを書くことです。日記を書くんじゃなくて、感謝したいこととか、嬉しかったこととか、そういうポジティブなことだけを書いておくノートですね。それをね、書いていくことで、どんどん気づくようになったんですけど、本当にね、こんなことだなって思ったのが、私の周りの人たちってなんかみんな本当に優しいんですね。心が広くて、いろんなことを人のためにやろうって思える人たちばっかりなんですよ。だから、例えば私もいろんなものをプレゼントしてもらったりとか、私のためにっていろいろとやってくれる人とかがいたりとか、すごくね、素敵な人たちに私は恵まれているんだなっていうふうに思ったんですね。改めて気づいたんですね。でも、そういう時、本当に私は心から感謝の気持ちを持てていたかなって以前ですね、ハッとしたことがありました。ちゃんと感謝できてない？それが当然、その人が好きでやってるんだ。そういう風なね、考え方を持っている自分に気づいて、すごく悲しい気持ちになったんですよね。すごく恥ずかしいことだと私自身が思いました。なんかね、以前の私は何かを人にやってもらった時に、ありがとうじゃなくて、ラッキーっていう気持ちが強かったなっていう。それに最近やっと気づいたんですよね。でも、本当はそれは違って、ラッキーなんじゃなくて、ありがたいことだな、感謝だなって思うこと。それができるだけで、人生の輝き方が全然違うんですよね。たとえ同じ出来事があっても、考え方に感謝の気持ちがあるだけで、その何十倍も何百倍も素晴らしいものに感じられるんですよね。今の自分の環境がすごくすごく幸せなんだなっていうふうに感じることができるんですよ。もちろんね、自分がすごくラッキーで運がついていてっていう、そういうふうに感じている、そうやって考えているっていうのはすごくいいことだとは思います。そういうふうに考えながら行動ができれば、行動の傾向もね、やっぱりポジティブになっていくと思うんですけど、それとは別で感謝をしたいっていうのは、やっぱりそういうね、今を一緒に作ってくれている人、今この動画を見てくれている皆さんもそうです。私の今を一緒に作ってくれていること、そういう存在が周りにいること、それ自体が当たり前じゃないっていうことに気づくこと、そういう存在に対して感謝の心を忘れないっていうこと自体が、もう本当に人生の鮮やかさを変えてくれるんじゃないかなっていうふうに思っています。本当にね、感謝っていうのは人生のキーワードだなって思います。感謝を通して物事を見ることで、自分自身にね、戻ってくる幸せの感覚が本当に変わるんですよね。なんかうまく説明できているかちょっとわかんないんですけど、もっとね、いい方法があったら、またお話をしたいと思います。はい。ということで、今回は、感謝はすごいんだぞっていうお話をしました。実はね、これをちょっと偉そうに話してますが、私自身もまだね、ふとした時とか、疲れた時とかに忘れがちなものなんですよね。感謝っていうのは。だから、こうやって皆さんにお話をすることで、私自身も感謝の気持ちを思い出して暮らしていきたいなというふうに思って、この動画を作りました。
多分この動画を見てくれている皆さんの方が、精神的にね、大人でもっといい方法を知ってますよっていう人もいると思うんですね。もしそしたら、ぜひね、アドバイスをいただけたらいいなと思います。そうやってね、気づきがあったら、またこういう風に動画でお話をしたいと思うので、ぜひね、コメントを残してもらえたら嬉しいです。ということで、今回の動画は以上です。最後まで見てくれてありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。またねー。